今までありがとうございました。僕はこれまで東京大学に通いながら留学生として研究と YouTube の両立に必死に向き合ってきました。ですが今回、博士論文の審査で想定外の事態に直面し、今後東大に通い続けることができなることが確定しました。YouTube の継続もこれまで通りはいかなくなります。なぜこんな結果になったのか、今日はこの動画で4つに分けてご報告します。1つ目、博士論文で何が起きたのか。2つ目、審査の場で突きつけられた現実。3つ目、不合格に追い込まれた理由。4つ目、これからの活動について話します。とても大事な内容なので、最後まで聞いてください。一つ目の話はですね、博士論文200ページがしんどすぎるという話です。今回僕が東京大学に今後通えなくなることになった最大の理由は、研究が嫌になったからでも、怠けたからでもありません。博士課程の最終関門、博士論文とその審査が想像以上に重かったです。最初の関門は博士論文そのものでした。僕の所属分野では博士論文は200ページ前後がほぼ標準です。日本語の文字数にすると約10万文字ですね。これを原稿用紙に換算すれば250枚以上になります。そして僕はあえて日本語で博士論文を書くという選択をしてしまいました。外国人が日本語でタンパク質の相互作用、反応機構、実験状態の妥当性みたいな、こうした専門用語だらけの文章を論理を破綻することがなく書き続けるんですね。大変なのはですね、語学だけではありません。論文を読む相手は一般の読者でもなく、第一線の教授たちです。ブログや SNS のような感覚で書く文章は一切通用しません。一文ごとに論理が飛んでいないか、用語の定義は厳密か、結論に至る根拠は十分か、すべてをチェックされます。僕の場合、幸いにもですね、途中まで論文として発表した研究成果がありました。それを軸に、まず全体構成の叩き台の一気に作成して、とにかく書きます。それがまとまった段階で指導してくださっている教員に提出します。もちろんですね、戻ってくるのは真っ赤な修正ですよ。直して、また出して、また直す。この往復を何度も繰り返しました。正直、心が折れたこともあります。それでも書き続けて、最終的には220ページの博士論文を完成することがなんとかできました。2番目の話なんですけれども、博士論文の審査会、教授4人に詰められるということです。これは自分がこれまで約5年間、修士博士まで積み上げてきた研究を教授たちの前で正式に説明して評価を受ける場です。ここで教授に、まだ不十分だ、追加研修が必要だと判断されると合格は出ません。つまり、その時点でもう留年が確定します。発表時間は約40分です。僕が5年間やってきた研究をたった40分で説明しなければなりません。しかも相手は専門分野の異なる教授が4人です。全員が自分の研究分野を深く知っているわけではないんですね。だからですね、重要なのは分かりやすいだけでは足りなくて、専門的なだけでも足りないです。分野外の教授にも理解できて、かつ専門家が聞いても論理的に崩れない説明が必要です。例えばですよ、テーマが光合成だったとした場合ですね、小学生向けの説明では当然ダメです。一方で専門用語を並べるだけでも通じません。簡単さと厳密さと複雑さを同時に成立させる必要があります。正直ですね、ここが一番しんどかったかもしれないです。スライドを100枚近く作ったんですけれども、それらを作るだけでも何週間かかりました。構成を書いて、見せて、直してもらって、図を描いて、完成して見せて、また直して、発表の台本を作って、先生の前で練習して、もう本番を迎えるということですね。でもですね、本番を迎えたらですね、不思議なものですね、発表自体は意外と落ち着いてできました。自分が一番この研究を見てきたんですね。失敗も試行錯誤も全て経験したんです。でもですよ、まだ。発表が終わってからが本番です。教授たちからの質問がまた40分間途切れずに続くんですよ。鋭い指摘。禅ってそもそも大丈夫なの？この実験条件って何を根拠に設定したのみたいな。これはですね、もちろん答えられるものもあれば、正直即答できないものもあったんですね。その時は、そこは自分の理解がまた不十分です。勉強した上で博士論文に修正を加えます。そう伝え逃げずに向き合いました。それでもですね、もう自分なりに全力で答え切ったつもりではいます。それがその審査会でした。そして審査が終わって、30分間、その先生たちで審査をして、僕の、指導教授が来て、結果を通知してくださいました。その場では、合格ということがなりました。
3番目の話なんですけれども、二次審査会が不合格の危機だったということです。実はですね、博士論文審査会はこれで終わりではありませんでした。本審査の日程が合わなくて、どうしても出席できなかった教授が1人いて、その先生と1対1で二次審査というか別で審査をしてくれるということになったんですね。正直に言うときつかったです。なぜならですね、その先生は僕の研究テーマと専門性が最も近い教授だったからです。つまり、表面的な説明や雰囲気では一切ごまかせない相手です。案の定ですね、もう質問のレベルが違いました。そのデータはどの条件を固定しているのか、なぜ他の選択肢ではなくその手法を選んだのか、もし前提が一つ変わったら結論はどう崩れるのか、あなたが描いているこの研究の未来は何なのか、みたいな。例えばですね、この日本のことを毎回僕のチャンネルで話してるんじゃないですか。例えば、日本のことを喋るとしたら、なぜ日本のはおもてなしの文化があると思うんですか？あなたのその考えを検証できる歴史的事実は何ですか？他のどの日本文化がこのおもてなし文化と似たようなものだと考えるべきですか？みたいな超抽象的で超専門的な質問がどんどん飛んでくるですね。なぜなぜなぜみたいな根本をえぐる質問が次々と飛んできます。正直答えられなかった質問もありました。でその瞬間本気で焦ったんですね。これ落ちるかもしれないですと。そう思って緊張しました。ただ、ここでもわからないことを無理に取り返そうみたいなことはしませんでした。そこは自分の検討範囲が不足していました。この点は今後必ず追加で検証します。あと、本提出まで2、3週間ですが、その間実験して結果をデータとして出そうと思います。みたいなことを正直に伝えました。するとその先生は全てを否定するのではなく高評価してくれました。正直に言って一流の研究者になるにはまた改善すべき点は多い。でも、博士論文としては合格水準に満たしているってことですね。もうこの言葉を聞いた瞬間、もう体から力が抜けました。つまり通過なんですよ。僕はもう博士号を取得できる状態になったということです。そしてこの3月に卒業式を迎えることになりました。つまりですね、東京大学はもう通えなくなるんですよ。社会に飛び出す準備ができたということですね。4つ目、今後のチャンネル運営について話します。まずですね、もう博士論文とか博士課程の話をしたんですけれども、自分自身を客観的に見たときに、突出して優れた研究者と言われたら、そうではないと思っています。これ、謙遜とかじゃなくて、本当に客観的に僕は中の芸ぐらい、もうよく言って中の芸ぐらいだと思ってるんですね。もうそれが本当に自分が実感している研究者のレベルです。で、そして、以前の動画でも少し触れましたが、今年の夏からですね、研究者というよりかは、コンサルティング会社に入って、調査、分析数を担当するポジションに進むことになりました。なぜ研究者ではなくコンサルなのか、そう思った方もいるかもしれません。これはですね、もう理由がもう数十個ぐらいあるんですけれども、時間が足りないので、過去に内定しましたみたいな動画あるんで、そちらご覧ください。YouTube どうするのか、正直に話します。で、今までと同じ頻度、同じ形での応援は難しくなります。ただ、諦めるつもりではありません。このチャンネルは最初本当に軽い気持ちで始めました。日本で感じたこと、韓国との違い、これ意外と知られてないな、みたいなことを共有したかっただけです。でも続けてるうちにもう韓国の見方が変わったとか、あなたの話で納得できた。そんな声を多くいただくようになりました。もちろんね、1日1回は僕にボロクソ言ってきたりとか、もう韓国大嫌い、もしくはこの韓国の方からもう日本大嫌い、こういったコメントも来たりするんですけれども、圧倒的にも応援してくださる皆さんの数が多いので、本当にそれを力にして、僕自身が本当に思っていることを話しているつもりであります。だからこういった活動、自分としても意味がある、価値がある活動だなと思っていて、頻度は下がっていきますけれども、一本一本ちゃんと伝える動画は続けていきたいと思っております。で、入社時期が多分今年7月の予定にはなっているので、それまでは週5でいけそうな気もするんですけども、いつ急に動画の頻度が変わるかっていうのはわかんないです。最後に、東京大学が通う立場ではなくなります。一つの区切りですね。九州大学と東京大学、日本でも最も厳しくて、もう恵まれた環境で尊敬できる先生方、仲間たちと出会えたこと、留学生の自分を受け入れてくださった日本の方々にたくさん出会えたこと、この経験は間違いなく一生の財産です。僕は日本留学に来たことを一回も後悔したことがないと思います。そしていつも応援してくださってもう本当にありがとうございます。以上、パクンでした。また他の動画でお会いしましょう。アニョン